皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしはい、おます。願いします。今回は3回連続してはい、パラスポーツ関係はい、の話題でお送りしています。デはい、フリンピック、それからミラノ・コルチナパラリンピックのことにうん、ついてなんですけれども、はい、今回はスポーツ庁長官に河合純一さんが就任したとはい、いうこ去とを取り上げ年ですね。たいはい、と思いまして、これ、もちろんニュースなんかでも流れたんですけれども、はい、河合純一って誰だっていう感じで方も決して少なくはなかったんでえはないかと思うんです河合俊けども。一ではないですね。そうです、そうです。そこはね、本当まで、はい。まあいいですけれども、この河合純一さんは、パラリンピックに6大会連続して出場して、おまけに視覚障害者の水泳ですね。それで、金メダル5個、銀メダル10個、銅メダル6個。もう素晴らしい活躍をされた方なんですね。それで参議院議員もちょっと少しの間でしたけれども、務められたことがあって、まあみんなの党から出られたんですけれども、それでいろいろパラスポーツの政策、あるいはスポーツの政策ということに、携わってこられた。ということで、スポーツ庁長官の方がパラスポーツから出たということは、私も非常に、なんて言いますか、画期的なことだ。それこそ、正直に言いますと、日本で初めて女子の首相が生まれたことよりもこっちの方が注目された方がいいんではないかというふうに思うくらいのことなんですね。というのは、ヨーロッパでスポーツの取材をしていたときに、ドイツの、スポーツの関係者のトップ、スポーツ大臣が車椅子の方だったというのを聞いて、あれそれでパラスポーツ関係の人じゃないのって思ったら、普通のスポーツもパラスポーツも一緒になっていた。完全に一緒になっていたっていうことを経験しましたし、それからロンドンで一回日本の、電動車椅子サッカーを、関係の仕事をちょっと携わっていたときに、ロンドンの、フットボールアソシエーション、要するに FA です FA でね。すね。FA です。これ一番すごい、なんと言いますか、世界で初めてサッカーが、うん。組織化されたっていう組織なんです。そこに、電動車椅子サッカーを、なんて言いますか、一緒にやりませんかというのを持っていったときに、パラスポーツサッカー、パラサッカーの部門というのがないということに気づいたときにも驚きましたですね。要するにサッカー協会 FA の中に全部、あのパラサッカー関係の方も入ってるんですね。要するに視覚障害者サッカーの方も入ったし、そこそデフスポーツ、デフサッカーの方もあったし、それから身体障害者の方、義足の方、それから義手の方のサッカーの団体なんかも入ってたと。それがナチュラルに入ってるのに驚いた。要するに日本ではスポーツ団体とパラスポーツ団体が別になってるのが私その時に初めて、分かれてる方がおかしいんだっていうのに気づいたんですけれどもね。ということをちょっと最初に喋らせていただきましたけれども、今回も、星野京子さんと長田渚さんに、ゲストで来ていただいてます。よろしくお願いします。星野さん、長田さん、よろしくお願いします。ということで、星野さはい。ん、日本のスポーツ庁長官にもパラスポーツ関係の方が就任されたということは、これはかなり大きなことだというふうに考えてよろしいですよね。どうですか？あの、大きいことだと思います。ね。三代目のスポーツ庁長官が、初めてパラリンピアンということで、はい。非常に大きいですし、やっぱりパラスポーツにとっても、
パラスポーツを推進っていう意味でも、一つ大きい一歩にもなると思いますし、またね。そういう、海純一さんは、日本パラリンピック委員会の委員長も約6年弱務められたりもしていましたのはい。で、そういうパラスポーツを推進する目線を持って、さらにスポーツ行政のトップになられるので、うん。よりこう、日本のスポーツ行政がこう、多角的な視う点ん。で、運営されていく一つの、大きな、ポイントになるのかなと思うと、もう期待しかないんですけれども、なるほどね。よくね、女子柔道の、例えば溝口さんなんかと話したときに、女子スポーツだけで、考えないで、女子スポーツのが良くなれば男子も良くなるんだということがどうしてわからないのかなって言われてたんだけれど、それと同じように、パラスポーツで考えれば、一般のスポーツも良くなるというふうに考えていいですよね、星野さん。はい。いやと思いこれで河合さんにはどのようなことを期待されますかね。うん、やっぱり、パラリンピアンとしての競技者としての、経験もありますし、さらはい。にこう、組織運営というところでも、長く関わってこられている。あと、小学校、ごめんなさい、中学校の先生なんかも、やられた経験もあったりするので、本当はい。にいろいろな立場からスポーツと関わってこあられていー、るっていうところを考えると、うん。日本のその、スポーツを、司るトップにいらっしゃるので、本当にうん。いろいろな視点をまず持って、運営してくださるんじゃないかなっていうところはすごく期待したいと思います。あとは、やっぱり、でも受けるのに相当な覚悟を、ご本人もお持ちだ、責任がすごく大きいっていうことはおっしゃっていたので、その責任をやっぱり十分に、背負いながら、えーこう、切り開いていけるうん。し、これまでも切り開いてきたので、その経験にすごく、期待したいなと思っています。なるほど。これまでもう切り開いてこられたって今おっしゃいましたけれども、やっぱりそれは競技場のこと以外にもいろいろあったんでしょうかね。そうですね。やっぱり全盲の、教師っていうことで教員になるっていうこともそうでしたし、あその前に、例えあ、ば、大学の受験をするときに、全盲の、で、受験をすることでもいはい。ろいろなサポートが必要ですけど、まあそういうところで自分がチャレンジすることによって、そういう、大きな一歩になっていく、改革の一つになっていくとかっていうこともありましたし、はい。例えば、日本パラリンピック委員会の委員長っていう役もアスリート経験者としては初めてでしたし、なるほはい、それから、例えば東京オリンピック・パラリンピックのパラリンピックの日本選手団の団長などもやられはい。ましたが、コロナ禍という非常に大変な中での、団長という職務だとか、いろいろな、困難も切り抜けてきてういるのん。で、はい、そういういろいろな経験がいろいろな形で生きるといいなと思っています。なるほどね。そういったことも全盲という、ある意味のハンディキャップというものを乗り越えてやってこられたということなんですよね。この河合純一さんという方が主人公になった映画もあるみたいなんですよね。なんか、なんて言ったろう。もう、追いかけてですあ、夢を追いうん。かけて、ごめんなさい。自分で書いたメモが読めなかったんです。夢を追いかけてっていう、三浦友和さんとか田中佳子さんが、共演されているような映画っていうのもある。要するに夢を自分で実現してきた方が、スポーツ庁の長官になられた。ということで、さて、この次はどんな夢をこう叶えていただくのかと。いうことになるんと思うんですけれども、長田さん、どうはい。思われてますかこの人事については。まず、スポーツ界としては、最近めったにないトピックス、しかも英断。珍なるほど。しいすごいことだったなと思いますようん。ね。ですから、誰がどうして、どのような形で、ここのところに落ち着いて推薦になったのかなとも思いまうん。したけど、とうん。もかくね、河合さんって方は何度もお目にかかってますし、はい。ゴジラにも登場していただきましたけど、はい。
今の流行りの言葉で言うと、べらぼうな人なんですよ。べらぼうな感じ。ベラな、流行り言葉と言われるまたましたから。はい。どういうことかっていうとですね、第2巻、第3巻、第5巻とかってよく言いますけど、私は早稲田の大学生だった時に彼がですね、向こう側の道を歩いてるのを見たことあるんですよ。早稲田の周りって、ご存知のない方もいると思うんですけど、道の隆起があるし、車と車道と歩道がごっちゃになってて、普通に歩いてても4差路があって結構危険なんですよ。はい。私苦労して行ってます、最近。はい。そこすごいスピードなんですよ。棒は持ってます。白い棒は。で、後で聞いたんですけど、そのまま地下鉄の中に普通の人よりも早く降りますよ。それはどういうことですかと聞いたらば、ほとんど早稲田の周りの土地の隆起、道、全部わかっていると。で、ゆっくりなんていうもんじゃなくて、ビューンと行ってしまうから、声をかけることができないぐらいの速さで動くんですよ。で、それが日常であって、国士舘大学に私が彼を来てもらった時も、JIS から来るのに、どういうふうに言ったらいいですかっていうから、一応乗り継ぎを申し上げたらば、全くもってお一人で、4つ乗り換えて見えました。これはね、本当にね、どういうふうに地下鉄乗るんですかということも聞きましたけど、非常に構造的に頭の中にいろんなことが入ってる。で、これはすごいなという思いもあり、それからクラスのね、中学校の社会科の先生を彼は8年勤めた時も、どの子がどういう声を出す子なのか、どこに誰がいて何を言ったのかっていうのを全部見えないんですけど覚えちゃったんですよ。だからレスポンスは何も困らないし、ちょっと変な声を出してる子がいたりすると、何々くんどうしたのっていう声かけができる人で、非常に信頼感があった。それもあり、だから目は見えないかもしれないけど違う感覚がものすごくあって、私が何年かぶりに会って長田ですって、長田渚さんっていうぐらいわかる方なんです。だからね、彼が見えること、それから何をやろうと思ったことか、ゴジラもずっと送ってました。彼が言われたのは、展示のゴジラを出しませんかって言ったんで、私はびっくりした。だから今度スポーツ庁の長官になったので、予算つけてくださいって言いに行こうかと思って。だから見えないんだけれども、あらゆることが見える人です。今、思わず笑ってしまったけど、失礼しました。そういう方なので、楽しみです。なるほどね。今は、長田さんの話を聞きながら、だんだん自分が恥ずかしくなって、なかなか歩けない自分が、情けなく思うようになって、これから頑張ろうという気になりましたけれども、星野さん、僕が河合さんってそんな方なんですね。そんな方です。そんな方なんですね。そんな方だからこそ、それこそパラリンピックに6大会連続して出場して、メダルもたくさんのメダルを取られて、というだけに終わらずにいろんな活動をされているというところなんですけれども、先ほど星野さんにも、これからの河合さんに期待することなんか少し聞きましたけれども、日本のそのパラスポーツ界、またスポーツ界がどう変わっていったらいいと思われますかね。やっぱりはい。やっぱりパラで、健常者のスポーツとか、どういうふうに融合していくのかっていうところあたりが、やっぱりテーマになるんでしょうかね。どうですかね。融合も一つですけれども、はい。ただやっぱりどうしてもパラスポーツというと、パラリンピックとかデフリンピックとかトップスポーツが注目されがちですが、一方でやっぱりその復旧という部分で、まだまだスポーツ、やっぱりスポーツ庁の大きな目標って、スポーツをみんなが楽しめる毎日を築くっていうことが大きなテーマだと思いますが、まだまだスポーツが届いていない、障害のある方たちいっぱいいます。なので、それから、気軽に、
ポーツのジムが使えない、見えていないから、危ないからって使えないとか、デフリンピックの選手にもやっぱり聞こえてないっていうことで、そういう施設断られるようなこともあると、デフリンピックの選手でさえ言っていましたし、車椅子なんかでもまだまだ使えない体育館があります。例えば、そういうような、裾野ですね、本当にあまねく広めていくっていうところでも、河合さんのように、河合さん自身も苦労をしてきた一人ですから、そういう目線を持って、できるだけ、広く、取り残さないスポーツ協定っていうんですかね。そういうところにも目を向けてもらえるといいなと思いますし、ご自身もずっと、経験してきたことなので、多分心の中には絶対あると思うので、そんなところも、トップチームだけじゃなくて、下に広げるという意味で、そこにも、配慮していただけるようなことがあるんじゃないかなと思っています。そうですね。今までスポーツ庁の長官は、それこそ鈴木大地さん、それから、ハンマー投げの、室伏さんと続いてきたわけですけれども、どちらかというとスーパートップの方がトップをやってこられて、今度のパラリンピックの、パラスポーツの河合純一さんも、ある意味ではスーパートップと言えるかもしれないけれども、全く別の世界から、スポーツ全体を見る方になったわけですから、ここで何か違う色って言いますか、そういうものを出してもらいたいっていう気がしますよね。はい、すごくそう思います。あとはやっぱりもう一つ解散が入られたことの意味はもう一つあるかなと思っていて、やっぱりいろいろな組織の中に身近に障害のある人が入るっていうこと、ましてや組織のトップにそういう人が入るっていうことは、すごく障害者、スポーツに限らず、障害者の生活にとってはすごく大きいかなと思っていまして、例えば法律で、障害者に対しての合理的配慮をして、できるだけ不便のないようにしようっていう法律はできましたけど、じゃあ合理的配慮ってどうなのっていうところがまだまだ広がっていない。でも河合さんが、全盲という形で、動く。そこに対して、いろいろなやっぱりサポートも必要になってくると思うんですが、そういうことが、周りの人が、間近に、目にすることによって、こういう配慮が必要なんだってことに気づく、きっかけにもなるでしょうし、逆に、ここまではしなくていいのねとかっていう、本当に合理的な配慮の範囲を、身をもって、伝えていけるような、お一人でもあると思うので、そういう人が、組織のトップに立つっていうことは、すごく、そういう意味でも、スポーツだけに限らず、意味のあることかなと思っていて、はい、そんな意味も、ことも期待しています。はい、わかりました。そうですね。よく組織の悪い体質を良くしようと変えるためには組織をどうすればいいかというときに簡単なことでトップが変わればいいんだと、トップにきちんといい人が来たらいいんだということも、本当に真理の一つだと思いますけれど、長田さん、はい、何を期待されますか、長田さんは。スーパートップで、なおかつ全盲でいらっしゃるっていう、障害者の方の中でのトップになられた人っていうのはやっぱり覚悟があるんですよ、どっかに。で、それの中でも恨みがましいことみたいなのはつゆほども言わない。どんなことがあっても。例えば、河合さんは、JIS のプールを使えない時代からアスリートで来ました。今は、障害者のある人も泳げるように、あそこでトレーニングできますけど、その転換期のところも見ている。おかしいと思いませんでしたかみたいな質問をしても、いやー、JIS のプールは本当にいいプールですねっていうようなお答えが返ってくるんですよ。ですから、ブーブー言ってるよりも何よりも、やるかやらないかだっていう彼は、覚悟が今もあると思いますし、悩んでどうしようかなとか言ってるんじゃないんだと。やるかやらないか。これしか人にはありませんみたいな方なんで、それは、やっぱりべらぼうだと私は思います。なるほどね。周りの人がどこまで彼を理解して、そして彼が
また今、いろんなことに慣れる必要があると思いますけど、うん。これからすごく変わるかなと期待感が大きいです。いやー、私も期待したいことがどんどん出てきそうな感じがしますけれども、本当、最後に星野さん、これによって日本のパラスポーツ界、だいぶ変わるように思いますか？どうですか？はい、思います。河合さん自身が就任の時に、はい、どうしてこの打診を受けたかっていう理由の一はい、つで、はい。自分が長官に、全盲の、パラリンピアンが長官になるということにようん、って、スポーツそのものが、障害のあるなしを超えて、はい、取り組んでいくんだという国の姿勢をメッセージとして届けることができるんじゃないかと、そう思ったので、大変難しい判断だったけれども、打診を受けて就任することに決めましたと言っていました。なのでもう本当に河合さんの存在そのものが、スポーツのその障害のあるなし、関係なく、広めていくんだという象徴になっていく、もう間違いなくなると思うので、なるほど。そういうことを本当に期待したいなと思っています。はい、よくわかりました。今日はもうなんか、この3回連続してパラスポーツのことを取り上げていて、また私自身がなんかいろいろもう勉強したというか、自分を情けなく思いながら頑張ろうという気持ちが出てきたというか、本当に星野さん、佐田さん、ありがとうございました。いいお話をいっぱい聞くことができました。ですよね、小崎さはい、その通ん。りです。よろしく。はい。本当ありがとう。長田さん、いいですか？最はい。後に一言何かございますでしいや、ょうか？今年1年よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、星野さんもよろしくお願いします。お願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。